はい、皆さんこんにちは。コーヒーサムライです。今日のテーマはこれだ。今日はですね、こちらのコーヒーアローさんの琥珀色のコーヒーを取り寄せてみました。いや、これね、気になってたんですよね。ものすごい浅入りの豆で、たまにですね、ご質問を受けていて、この豆コーヒーグラインダーでかなりね、苦戦するらしいんですよ。なので注意書きにもできればそのコーヒーアローさんの方で引いてもらって、発送する方がいいですよって書いてあるぐらいなんですね。要はですね、ものすごい浅入りの豆っていうのは、こういったねコーヒーミルというのは、刃がねちょっともともと太刀打ちできないものもあったりすると思うんですよ。僕もちょっとこれからねいろいろ試していこうと思うのでまだわからないんですが、おそらくセラミック製の刃とかだともう通じないかなと、引くことができないかなっていうのを思うんですね。そのぐらい硬い豆というかね、私はねコーヒー道具専門系のねものなので、コーヒーミルをねどこまで通じるかっていうのもやっていきたいんですけども、今日は取り急ぎですね、せっかくこちらのコーヒーアローさんのね豆を手に入れましたので、今日は純粋にこのネルドリップでまず飲んでみたいと思います。コーヒーサムライチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ。行ってみよう。うわー、これは焙煎豆でこの色は見たことがないかもしれない。香りがね、生豆の生豆の状態から香ばしさを入れた感じのね、そんな香りがしますね。こんな感じの色をしてます。これ焙煎豆なんですね。生豆のような状態なんですけどね。いや、これが噂に名高いコーヒーアローさんの琥珀色のコーヒーということで、いや、これはなかなかコーヒーミルは強いものでないと太刀打ちはできそうにないですね。とりあえずですね、今日はこれをね美味しくネルドリップで入れてみたいと思います。今日使用しますのは 30g ですねを用意しました。で、いよいよここからなんですけど、この豆のまま取り寄せた方、自分のねミルで弾けるかなっていうね感じだと思うんですけど、とりあえず今回は僕の持っている手引きの中でも刃が強いというものを2個選んでみました。皆さん多分知ってらっしゃるこのコマンダンテ、これは MK4 なんですけど、コマンダンテですね。あとはタイムモアの X ライトを用意しました。X ライトはね、この刃の素材が SAS440 というタイムモアの中でも高度が高い素材でできているので、この2機種だったら大丈夫だろうというね、推測のもとやってみたいと思います。引き目は粗めでねやってみたいと思います。粗挽きですね。粗挽きで引いてネルで一等式で入れるというのがね、基本レシピというふうにちょっとお伺いしているので、今日はその入れ方でやってみたいと思います。まずコマンダンテからいきましょうか。はい、さすがのコマンダンテですね。ちょっとすごい音しましたけど、おそらく問題はないかなとは思います。はい、でね、ここで一回ちょっと注意点。本当に浅入りの硬い豆をやる場合は、どうしてもねその硬さゆえにですね、どんなコーヒーミルでも刃がねちょっと傷んでしまう可能性っていうのはどうしてもなくはないんですよ。比較的弱い刃のコーヒーミルだともう破損する可能性もありますので、そこはもうあくまで自己責任でお願いしたいと思います。で、一応推測大丈夫だろうと推測のもと、まずこのね2機種で僕は
立ち向かっていこうと思ってるんですけど、コマンダンテは大丈夫だと思います、今の感じね。ただそれにしても硬い豆というのはダメージを食らう可能性があるので、それによるね故障とかそういった時はちょっと責任を負えないので自己責任でお願いいたします。はい、ではねコマンダンテが弾けると分かりましたので、タイムもX ライト粗弾き設定なので今回はね20クリックで弾きたいと思います。はい、弾けましたね。聞いていただいた通りすごい音がしましたね。本当これはなかなか手強い相手ですね。ただ X ライトもですね一応難なく弾くことができました。ダメージはどうかな、正直ねこれをやり続けるとちょっと心配になるかなと思いますので、ほどほどにというか、香りはねすごいいいんですよね。いわゆるそのコーヒーの焙煎豆っていう香りでは全くないですね。もうなんか違うお茶のように感じるぐらい、ほうじ茶のようなそんな香りにも似てますし、とにかくその生豆の時に香ばしさを加えた感じかなって僕は感じますね。はい、では残りの豆もね、この両者で弾いてみたいと思います。大体こんな感じの引き目ですね。粗挽きですね。もう完全にほんとすごい色してますよね。はい、ではね今日こちらネルドリップのスピールを使用して入れていきたいと思います。タイムも X ライトで20で弾いた感じがこんな感じになりましたね。弾けてますね。はい、こんな感じでセットできました。93度から95度ぐらいの間隔で1等で入れていきたいと思います。この色すごい思わずと思ってしまいました。この色もうこれは見た目はコーヒーではない感じがしますけどね、これが名店のコーヒーということで早速いただきましょう。はい、皆さんお疲れ様でございました。いや早速ね入りましたのでいただきます。いやすごい色ですね。いただきます。おー、いやこれは不思議なコーヒーですね。私本来コーヒーって浅煎りの豆ってそこまで実は得意ではないんですけど、よく生焼けの豆とか言うと思うんですけど、そういった場合って生焼けのなりのなんかすごい雑味とかなんか青臭い嫌な感じっていうのがすごい出るんですよ。それがねないんですね。この色なのに変な雑味とかがない、ものすごくまろやかで、ただ今まで僕が知ってるコーヒーの味ではないんですよね。だから高級なお茶のレベル、香ばしさがすごいある美味しいお茶みたいなコーヒーっていう感じかな。僕の今のこのネルドリップがどこまでお店さんのねこのマスターの入れたものに近づけてるのかがちょっと僕もそこはわからないんですけど、本当今までのコーヒーの概念を覆すようなねそんなコーヒーかと思いますので、私はねこの道具が専門なのでやっぱりねこの硬い豆っていうのはねなかなかやっぱ手強いなというふうに思いました。コーヒーアローさんのこの琥珀色のコーヒーを頼まれる方は、できればお店に引いてもらった方がいいかもしれないですね。
もちろんコマンダンテと今回 X ライト、タイムモアの X ライトで弾いて、まあ弾けました、十分ね。ただ弾いてる時にすごい音がやっぱするんですよ。なんでちょっと不安になりますね。ちょっと歯が何回も何回もずっと弾いてると正直歯がやられるんじゃないかなっていう風に心配になっちゃうと思うんですよね。ただダメージっていうのは多分否めないと思うんですよ。だからまあできれば弾いてもらっちゃった方がいいんじゃないかなとは思いますね。はい、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画いかがだったでしょうか。いいねと思っていただいた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またコーヒーサムライ、各種 SNS やっておりますので、ぜひそちらもねご登録いただけたらなと思っております。それでは皆様、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。エンジョイ。